恋愛は相手に愛を求めるものではなくて、愛を分かち合うものに変わるんです。こんにちは。恋愛引き寄せチャンネルのさゆりです。このチャンネルではただの恋愛テクニックではなくて、どうすれば理想な恋愛が手に入るのかを本質的にお伝えするチャンネルです。今日のテーマは執着を手放して最高の恋愛と人生を手に入れる方法です。皆さんの中には好きな人の言動に一喜一憂して疲れてしまう、好きな人のことを考えすぎてついつい不安になって苦しくなってしまうということはありませんか？私も過去に遠距離になったりして、いつもの時間に連絡とかが来ないと、ついつい不安になって浮気されたんじゃないかなとか、ありもしない想像を膨らませて辛くなっていた時期がありました。これって相手に執着しているから起こってしまうんですよね。実は多くの場合、恋愛がうまくいかないのは、この執着が原因なことが多いです。今日の動画では、どうしてその執着が生まれてしまうのか、どうやってそれを手放して心から幸せだと思える恋愛や人生を手に入れるのか、ということを詳しくお話ししていきます。執着ってそもそも何なんでしょう？執着とは相手に対する依存とか執念のことで、相手を失うことへの不安とか恐怖に支配されている状態です。だからこそ、この人がいなくなったらどうしようっていう強い恐怖心が生まれます。その感情にとらわれていると、相手の一挙一動が気になったり、自分を犠牲にしてでも相手に尽くしてしまったり、相手に合わせてしまったりするんです。相手に認められたい、好かれたいって思うあまり、相手を追い求めすぎて、気づけば自分の心が疲弊してしまっています。さらに執着が強くなると、自分らしさっていうのを見失ってしまうんです。相手に拒絶されるのが怖くて、自分の本心とか本音を伝えられない時ってありませんか？私も実は遠距離の時、その寂しさとか不安をちゃんと伝えられなくって、自分の中で我慢していた時がありました。こうやって相手に合わせている時って自分らしさを失って辛いんですよね。そうすると相手にも無意識にこの感情の重さが伝わってしまうんです。自分は相手のために尽くしたり合わせたりしていると思っていても、どんどん関係が悪くなっていってしまいます。だからいい関係を築くには、この執着っていうのを手放してあなたらしくいることがとっても大切なんです。じゃあ私たちはどうしてこの執着っていうのを持ってしまうんでしょうか？結論から言うと、執着の根本的な原因は自分自身への愛が足りていないからなんです。自分で自分を十分に愛していなかったり認めていないとき、私たちはついついそれを相手に求めてしまうんです。例えば自分が愛される価値がないって無意識に思っていたとしたら、相手が自分のことを好いてくれたら、その愛情を求めるようになるんです。そして相手が自分を好いてくれる限り、私には価値があるっていう風に思って、そこから依存が始まってしまうんです。でもこの依存があると、相手が少しでも自分から距離を取ったり、他のことに関心を向けたりすると、自分は愛されてないのではないかとか、認められてないのではないかっていう風に感じて、急に不安が出てきてしまうんです。そしてこの不安を埋めるために、さらに相手に依存して執着が強まるっていう負のスパイラルができてしまうんです。先ほども言ったように、この執着の根っこにあるのは、自分への愛の不足感です。例えば、一人一個コップを持っていると想像してください。そのコップの中には水が入っていて、その水は愛だとします。自分で自分を愛することができる人は、このコップの中に自分で水を注ぐことができるんです。でも自分に対する愛が足りない人っていうのは、このコップを自分で満タンにすることができないから、その分を相手から注いでもらうようになってしまうんです。だからこれを満たすために相手に必死に愛情とか安心感を求めてしまいます。自分が自分を満たせていないから、それをついつい相手に頼りたくなって過度な期待をしたり依存をしてしまう。これが執着の本質です。こう考えたら逆に自分自身をしっかりと愛し満たすことができれば、相手に執着する必要もなくなるんです。相手からではなく自分で自分への安心感や幸福感を感じられるようになると、恋愛は相手に愛を求めるものではなくて、愛を分かち合うものに変わるんです。じゃあどうやったら自分を愛してこの執着を手放すことができるのか。ここで大切なのがセルフラブと自己需要です。ここからはセルフラブと自己需要をするための具体的なステップについてお話しします。まず一つ目は、自分が感じている不安とか焦りとか寂しさっていう感情を否定せずにそのまま受け入れてあげましょう。
例えば執着をしているなって思ったら、今私は執着をしているってそのまま受け止めちゃうんです。ありのままの自分を受け入れるっていうことがセルフラブの第一歩につながります。次にそれを認めた上で、具体的に自分を愛する行動をしてみましょう。自分に愛を注ぐために、自分が本当に望むもの、本当にやりたいことっていうのを自分で自分に与えてあげてください。例えば自分を大切にする時間を作ること、好きな本を読んだり、温泉に行ってリラックスしたり、趣味に没頭したり、自分がやりたいって思ったことを何でも自分でやってみてください。こうやって他人からではなくて自分で自分を満たす習慣を身につければ、執着っていうのは自然に薄れていきます。次にセルフラブを育むために自己肯定感を高めることも大切です。そこで効果的なのがアファメーションです。例えば毎朝鏡を見て自分に私は愛される価値がある、私はとっても素晴らしいって声に出して言ってみましょう。最初は照れくさくっても、この自己肯定の言葉が心に染み込むと、少しずつ自分の価値を深く感じられるようになります。実は私も毎朝起きたら、私はそのままで愛される価値がある、今日も目覚めてくれてありがとうっていう風に自分に言っています。そしてさらに瞑想を使って自己需要だったりセルフラブを深めることもできます。瞑想ってスピリチュアルな感じがして普段やらないっていう方もいるかもしれませんが、実は携帯とかに触らないで目をつぶって自分自身に意識を向けることで、自分の存在そのものを感じることができ、ありのままの自分を受け入れる力が育ちます。瞑想中は心の中で自分に向けて優しい言葉をかけてあげましょう。私はここにいるだけで価値がある、私は自分を愛しているっていう風に自分に語りかけることで、内面から満たされる感情が得られます。私は毎朝瞑想をしていると、心とか体がだんだんじんわり温かくなってくるのを感じます。瞑想は毎日5分でもとっても効果があるんです。忙しいからこそ5分でも自分と向き合う時間を作って心を鎮めることで、相手に執着しない穏やかな自分の心を育てることができます。手放しの最後の方法は、その執着自体に感謝をして自分に意識を集中させることです。執着していた相手や事柄に関して、そこから得た学びに感謝の気持ちを持ちつつ、自分に意識を戻していくんです。例えばお別れしてしまった方でも、この関係のおかげで自分は執着を持っていることに気づくことができて、そしてさらにその執着を手放すことが大事なんだって気づくことができた。だからそれを気づかせてくれてありがとうって感謝するんです。この学びに気づいて感謝することができれば、この執着を手放して、あなたはさらに素敵な恋愛や人生を引き寄せることができるんです。いかがだったでしょうか？今回は執着の正体、そしてそれを手放すための方法をお伝えしました。まとめると、執着を手放すことはセルフラブと自己需要から始まります。自分を愛して満たすことによって相手に執着する必要がなくなり、そしてそこから心から幸せな恋愛とか人生を引き寄せることができるんです。今日の動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。もしよかったら、あなたが手放したい、またはすでに手放した執着やそこからの気づきと学び、そして感謝をコメントでシェアしてください。これからもあなたが心から幸せな恋愛と人生を引き寄せる本質的な内容を配信していくので、よかったらチャンネル登録と通知の設定をお願いします。またこの動画が良かったなと思った方はぜひグッドボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。